さあ、小松交通です。今回も最後までお付き合いください。私がいるのは韓国の首都の玄関口、ソウル駅。ここから何をするのかというと、韓国の高速鉄道、KTX と SRT を乗り比べてみようということでよろしくお願いいたします。日本のお隣の国、大韓民国にも日本の新幹線にあたる高速鉄道というのが存在するんですよね。日本で東京、大阪を結ぶ新幹線といえば東海道新幹線。そしてその東海道新幹線を運営するのは JR 東海という一つの会社が運営しているわけですよね。東北に行く新幹線は東日本、大阪から博多を結ぶのは西日本というふうに全国各地に別の会社の新幹線があるわけですけども、基本東京大阪を新幹線で移動するとなったら JR 東海の東海道新幹線以外選択肢はありません。対してこの韓国でいうとソウルとプサンを結ぶ高速鉄道は韓国のほぼ全ての鉄道を運営する韓国国鉄コレールと SR 社という別の会社がありまして、この2社がそれぞれ KTX、SRT を運営しているということなんですよね。2004年に KTX が韓国初の高速鉄道として産声を上げまして、2016年に SRT という高速列車サービスがスタートしまして、こちらはなんと KTX よりも運賃が 10% 安いという、そういう安さを売りにして運行を始めたというわけなんですよね。KTX と SRT の明確な違いは会社の他に起点の駅が異なります。KTX は今私がいるソウル駅、ここから出るわけですけども、SRT はここから少し離れたスソという別のターミナル駅がありまして、ここからぐーんと下の方に伸びていって、そのスソから60キロのあたりで KTX が使っているキョンプ高速線に合流。で、そこから韓国各地のプサン、モクポ、ヨスエキスポとかいろんなところに足を伸ばしているということなんですよね。ちなみにちょっと複雑な話ですが、線路を管理しているのは国家鉄道公団というコレールとも別の組織が線路を管理しています。で、その国家鉄道公団にコレールと SR 社はそれぞれ線路使用料を支払った上で高速鉄道を運営しているという。日本でいう整備新幹線がそれに近いものではありますけれども、そういう形で運行されているわけです。ちなみに先ほどターミナル駅が違うと言いましたが、ソウル駅とスソの間はおよそ18キロ離れています。ネイバーマップで見るとこういう感じ。近くもなく遠くもなくという感じで、これ日本に例えると、ソウル駅が東京駅だとした場合、だいたい溝の口ぐらいの距離です。こう考えると結構遠いよね。今回 KTX と SRT の違いを見比べようと、まずはソウル駅から KTX で韓国の第2の都市プサンへ渡ります。そしてプサンからトンボ帰り、もう一つの高速鉄道 SRT に乗ってソウルの第2のターミナルスソに戻ってくるという形で旅を進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。私はちょっとコーヒーが飲みたいなということで左手を見ると、スタバがあるやないかと。大韓民国にもスタバはございます。ウィンタースコッチバニララテという花です。拙い韓国語と言えるのか分かりませんけど、なんとか話せまして、スタバを購入することができました。それはさておき、駅舎の中に入りましょう。何回も来てますけども、この駅、立派ですよね。すっごい広々とした。最近こちらの左側に長い液晶が作られまして、こういうふうに広告がかなり目立つ存在となっています。確か大阪・関西万博でも韓国館はサイネージを売りにしていた気がしますので、それだけのことはありますよね。で、もう少し進むと駅の入り口があって、このエキシビジョンに列車の時刻が出るわけですよ。かっこいいですね。これ確か最近導入されたんですよね。左上の時間と KTX の種別、そして行き先と乗車するホームの番号が書かれています。ちなみに KTX にはのぞみ光のような種別はありません。ただ列車によって停車駅が異なる上に結構規則性もまちまちなので、ちょっとだけ注意してみないといけません。そして私が乗るのはこちらですね。9時33分 KTX101 列車プサン行きと、こうちょうどね日本語でも書いていて分かりやすいんですが、右下乗りは未定となっている。未定って何？そんな直前でコロコロ変わることがあるのか分かりませんが、未定と言われたからには行くこともできないので、先ほどドヤ顔で買ったコーヒーを飲んでしばし待機といきましょう。さて待ってる間にいろいろソウル駅もいろいろ見ていきましょう。こちらはね、券売機があります。こういう風に液晶の画面がありまして、ちゃんと日本語にも対応しています。私は触る前にもう日本語だったので、多分別の日本人の方が使ったのかな。
タッチしていくとこういうふうに結構直感的に分かりやすい画面となっていまして、ただ駅名はアルファベットで表示されているんですよね。韓国語が分からない時は英語の綴りもしっかり覚えておいた方がスムーズにいくでしょう。さあ B から始まるのでこちら選択し、で、大人1人と日付と時刻を選択して列車検索と、ありますね。こちら KTX101 エコノミークラス、ファーストクラスとそれぞれ階級も選択して、でまた座席の選択ということで、すごいめちゃめちゃ分かりやすいデザインですね。こういうふうに駅の券売機で購入することも便利なんですが、私は事前にですねアプリをダウンロードしまして、このコレールトークアプリ、ここから駅ネット同様にスムーズに購入することができました。でそのアプリ内に表示されたこちらの券面がそのまま切符となるわけですので、券売機で出力とかそういうことをする必要もありません。かなり便利です。ちなみに駅中には東京駅と同様レストランも数多く存在します。韓国の家庭料理が味わえるお店からパン屋さんのカフェもあったり、あとはロッテの百貨店の入り口もあるわけですが、その奥にロッテリアとマクドナルド、そしてバーガーキング、バーガーチェーンを3つ並べるのはよく分かりませんけども、とにかくハンバーガーに困ることはなさそうです。空港鉄道の入り口近くに掘ったて小屋みたいなのがあるわけですけども、こちらトレインメイツソウル駅店、コレールが作った鉄道グッズが売っているんですよ。いやこれすごいいいですね。ステッカーをいろいろと購入してしまいました。そんなこんなで時間を潰していると、ちょうど私が乗る列車の乗り場が発表されたようですね。7番、こう緑で矢印が表示されて分かりやすいですね。7番に行けばいいんですね。2025年の夏に出した動画でも述べていますが、コレールの駅で基本的に改札がないんですよ。改札がないままそのままぬるっと駅構内に入って列車に乗り込むという、日本では絶対に考えられない体験ですが、これは信用乗車方式という、お客さんを信用しているというそのまんま文字使われているわけですけれども、その分奇数乗車するとかなり高い罰金が取られますので、ぜひともご注意ください。視聴者さんにそんなことする人はいませんよね。駅構内にもお弁当とか、あと寿司のマークもあったりいろいろ売っていますね。この大屋根の下に、すごいかっこいいですね。ヨーロッパの、ヨーロッパに行ったことないんですけど、ヨーロッパのターミナル駅っぽい感じで、ターミナル駅の威信を感じることができます。私が乗るのは左側の列車ですが、右側に先に出る KTX の列車が止まっています。その先頭車両を見ると、よく見たら窓がなくてすごい音がブーンとうるさいんですが、これは要するに動力車です。客車列車でいう機関車にあたる存在で、KTX の大半は動力集中方式というのをとっているわけです。両端の先頭車が動力車で、それ以外客車というふうにモーターが分けられているんですよね。その分客車列車の静粛性が保たれているということなんですけども、ヨーロッパの TGV とかそういうのに倣って KTX は作られたわけなんですよね。で今止まっているのは11番系 KTX 山川と書いて山頂ですね。その方も反対側に止まっているのはこちら KTX の101系、ちょっとバグって申し訳ありませんが、静止画だとこういう風に見えています。こちらに止まっているのはなんと KTX の古参、最も古い列車、あまり古さは感じませんけども、1万系の KTX 車両、よく見ると車両と車両の隙間に台車がありまして、これはまさしくフランスの TGV と設計思想が同じな車両となっています。日本で連接車ってもうほとんど絶滅しましたけども、私結構好きで、ここで連接車が見ることができてとても嬉しいです。と言いつつ、私の列車もうかうかしていて発車してしまうので、車両に乗り込んでいきましょう。アプリで購入した切符を確認して、車両番号どこかなと、18号車があるんですね。すごいですね。両端の機関車を合わせると、この KTX20 両編成となっていまして、連接車ですから1両ごとの長さが短いので、全体でいうと多分東海道新幹線の N700 とそんな変わんないんですけども、結構歩くな、一番先っちょなんだな。こういう風に歩く羽目になっています。そしてたどり着いた18号車、面白いですね。ちなみにこの先の先頭車の顔をね、ぜひとも映したかったんですけども、ソウル駅に限らずコレールはホームの端への立ち禁止されているんですよね。常時監視カメラで監視されてしまっていまして、立ち入ると警告音が発するようになっています。顔は見たいのになんだかなということで、こちらもクリエイティブコモンズでお茶を濁します。こういう顔つきです。
さあ、人生初小松交通の KTX 乗車の瞬間と相乗りました。いよいよ乗っていきましょう。いやー楽しみだな。その足元、これ段差があるんですね。コレールの駅の大半は客車ホームという低いホームとなっていまして、列車に乗り込むにはこういう風に段差を登る必要があります。客車に入るところはこういう風にガラスになってるんですよね。いやー面白いですね。結構広く感じられます。そしてこちらが車内。東海道新幹線より1列少ない2+2列の座席となっていて、途中から座席の向きが変わったぞ。これは要するに集団見合い型座席という KTX の10万系だけこれが取り入れられているという、座席の向きを回転できないということでめちゃめちゃ不評だそうです。はい、こちらが KTX の座席。パッと見普通の特急列車と何ら変わらないようには見えますが、結構生地がふかふかでね、座り心地良かったです。網ポケットに雑誌があって、その下の机はこういう風にスライド式なんですよね。机が地味に広くて便利ですね。で、座席がね、なんと最初からリクライニングされてるんですよね。今回端っこの座席なんで後ろの人を気にする必要もないわけですが、最初からねこうやって傾いてるのは便利だと思います。で、座席の上には荷物棚があって、その脇には読書灯があります。めっちゃ明るいな。注意しないと目がやられそうです。この車両は20年前に導入されたかなり古い部類に入るわけですが、コンセントがしっかり完備されています。こういうふうに USB タイプのコンセントもあるので便利ですね。車両の規格自体は結構小さめですよね。日本でいうと秋田新幹線、在来線に乗り入れる E6 系のようなサイズ感となっています。さあ、そして人生初の KTX の旅が始まります。9時33分、韓国の首都ソウル駅を発車しました。日本の新幹線とは違ってかなりゆっくりとした滑り出しです。そして KTX の車窓に目をやると、今はソウル市内の地上の線路を走っている感じですが、これよく見ると在来線なんですよね。それもそのはず、韓国の在来線と高速列車は線路の幅が同じなんですよね。逆に日本はというと、このように在来線は 1067mm の凶器、それに対して新幹線は 1435mm、こういう風に新幹線と在来線は完全に分離されているわけです。なので列車の系統も完全に分かれてしまって、新大阪から東京に向かう在来線と新幹線は絶対に混じり合うことがありません。それに対して韓国はどうかというと、在来線と高速鉄道が同じ標準機 1435mm のレールを採用している関係で、ソウルからプサンまでの在来線キョンプ線と後から作られた高速線が一体となって運営されているわけなんですよね。図にするとこういうふうにソウルやプサンなど大都市の周辺では在来線と同じ線路を通るということになりまして、これによって建設費の低減を図っていると。その代わり駅以外の部分では完全に線路を分離して高速走行を実現させているということなんですよね。いや、日本にはない構造でかなり面白いです。ちなみにどこまで在来線を走るのかというと、ソウル駅から 17.3 キロほど離れたクムチョングチョンというところまで同じ線路を走りまして、そこからこの KTX は高速線に乗り入れて高速走行を始めるということですね。これ 17.3 キロ、だいたい日本で置き換えるとおよそ東京から武蔵小杉ぐらいの距離です。しばらくするとこちら駅を通過します。ここは U の山と書いて43駅を通過します。ちなみにこの43駅からはプサンとは別のモクポだったりヨスエキスポ行きの KTX の始発駅となっています。全部の列車がソウルを始発とすると列車は混雑してしまうので、行き先に応じてターミナルを分けているんですよね。この前ムグンファ乗った時にも思いましたけど、コレールの線路沿いって高速道路の防音壁みたいな高いのが張り巡らされて意外と景色見えないんですよね。そこを過ぎて一気に景色が開けたと思ったら、ここは有名な川を通過します。そうです、ハンガンです。
韓国が歴史的な経済成長を遂げたハンガンの奇跡のハンガンですね。ソウルの近くにこんなでっかいぶっとい川が流れているというのがすごい面白いですけども、その川の向こうにはいろいろビルが建っていて、あちらも繁華街、ひときわ目立っているのはユクサムビルというでかいビルです。でハンガンを渡ってもしばらく在来線と並走。おっと、あれは東京からソウルまで在来線で行った時に乗ったソウルの京浜東北線的なやつですよね。首都圏電鉄1号線、ああいう列車とも在来線の区間なので並走しているわけです。ただスピード的にはさすがに KTX の方がちょい速いです。あと1号線はちょくちょくいろんな駅に止まっていますからね。向こうに見えるのはシンギル駅、じゃあ1号線しか止まらない駅となっています。このように目線と同じ高さに在来線が走ってて、向こうにビルがそびえ立って、完全に東海道新幹線の東京品川みたいな景色が延々と繰り広げられて、若干日本にいるような気分にもなりますが、目の前に飛び込んでくるハングルの文字がここは韓国だったと現実に返してくれます。そしてまたひときわ大きい駅を通ってここも通過します。ここはヨンドンポという駅です。ここは各駅停車の1号線の他にムグンファゴ、ITX、そして一部の KTX も止まるターミナル駅となっているわけですが、今回この列車は通過していきます。初めて韓国に来た時はプサンからソウルまでほぼ各駅停車で一つ一つえっちらおっちら駅を止まっていったわけですけども、今回 KTX で爆速で脇を通過していきます。なんという爽快感でしょうか。とても優越感に浸ることができます。1号線もね、古い車両から新しい車両までいろんな列車が行き交っていて、映像には映っていませんけど、ムグンファゴみたいな客車列車、昔の列車も走っていったりするのでね、なかなか韓国鉄道の楽しみはかなり深いです。そしてまた見えましたこちらの駅、何やらホームが多いですが、ここは黒駅を通過します。KTX には全く関係ない駅ですけれども、各駅停車1号線にとっては重要な駅。ここからプサンに行くキョンプ線とインチョンに向かうキョンイン線の分岐駅となっているわけですね。韓国版大船みたいな感じですよね。小田原に行く東海道線と横須賀に行く横須賀線が分かれるといった感じです。木の陰に隠れて見えませんけども、高架線がグワーンと伸びて韓国の一大ジャンクションといった存在です。その脇には1号線の車両基地もあるのでね、結構見どころが深いですけども、車両の隙間に結構植物が植わってあったりするので、ちょっとだけ見やすいかどうかは微妙な感じです。そしてキョンイン線と分かれてもうしばらく在来線を進みます。ちょうど1号線の列車が止まっていますけども、ここはカサンデジタル団地駅というところを通過していきます。 IT 系の企業がたくさん立地しているデジタル団地というのを韓国は国を挙げて作っておりまして、そこの最寄り駅ですね。で線路の構造はどういうことになっているのかというと、これは要するに複々線になっていまして、真ん中2線が KTX と ITX の線路で、それらを挟むように両脇に各駅停車が1号線の線路が走っているという、小田急の複々線みたいな状況になっています。方向別複々線というやつですね。ずっと在来線に乗ってても楽しいんですけどもね、このままだとプサンまでかなり時間費やしてしまうので、いよいよ在来線を離れる瞬間がやってまいりました。 KTX が在来線を離れます。そうです、ここターニングポイント、クムチョングチョン駅を通過します。クムチョングという行政区画の庁舎がある、いわゆる板橋区役所前みたいな駅ですけども、この駅を境にいよいよ高速線に入ります。真ん中の2線がいよいよ高速線、キョンプ高速線です。で両脇に分かれていくのはキョンプ線1号線、いわゆる在来線ですが、それとはもう完全に別にしてもう地面の高さが上がっていきますが、ここからキョンプ高速線の旅の始まり。列車とも行き違いましたが、いよいよここから待ちに待った300キロ走行の始まりや。さあ意気込んだ小松コースは大恥をかけました。間もなくして次の駅に到着するようです。いやそうか、まだまだスピードは出せないですね。こちら光明るいと書いてカンミョン駅、
関明駅というところに停まります。ちなみに自治体としてはこちら関明市というソウル特別市とは別の自治体となっています。まさに東海道新幹線でいう新横浜的な存在ですかね。そしてキョンプ高速線のトンネルを出て、すごい立派な駅舎ですね。そうです。こちらが紛れもなく関明駅。でっかっ、なんじゃこりゃ、途中駅ですかってぐらいでっかい大屋根の駅がありますが、これが紛れもない途中駅、関明駅。ちなみに真ん中に通過線もしっかり備わっているので、全部の列車が止まるわけではないんですが、すごい立派な駅ですね。いや、すげえな。ちなみにこの関明駅にはですね、インチョン空港のチェックインができる場所が設けられておりまして、その名も関明駅都心空港ターミナルが2018年に開業しています。韓国の地方都市部から KTX で関明にやってきて、でチェックインを関明駅で済ませて、そこからバスで40分かけてインチョン空港に行くという、まさに鉄道と航空便との掛け合わせ、素晴らしいコラボが繰り広げられています。ここからちょっと余談なんですけども、こちらに普通の在来線もちょっとだけ乗り入れてるんですよね。ヨンドンポという駅から関明シャトルという一部区間だけ走る本当限定的な列車がありまして、今乗っている KTX のホームの脇に在来線用のホームがありまして、こういう風にちょこんと駅の隅っこに止まってるんですよね。新幹線の線路に普通の在来線が乗り入れるなんて日本じゃ絶対ありえないわけですけれども、レールの幅や電化方式も同じ韓国のコレールだからこそできる離れ技ですね。で先ほどの関明シャトル、なんと相模線より本数少ないです。利便性は微妙ですね。路線バスも伸びてるんでこんぐらいでええやろってことでしょうか。さあ気を取り直して KTX101 の車内に戻り、関明駅を発車していきます。駅を出発するとすぐさまトンネルの入り口が見えますね。地上区間ごくわずかということで、そしてこの駅でもかなりゆっくりとした発車スピード。東海道新幹線の N700 系はもう山手線張りの加速性能を発揮しますが、KTX はどうしてもここは難しいのでしょうかね。いわゆる客車列車特有の出発時にガチャンとした衝撃とともにすごい揺れる振動は特にないので、乗り心地は全然日本の新幹線と変わらないんですけれども、スロースターターといった感じで、そして関明駅を出発するとトンネルに入りましたが、このトンネルなんと10キロほどあります。日直と書いてイルジクトンネルというところに突入します。首都圏のすぐ近くなんですが、いきなり10キロのトンネルでぶち抜いてしまおうという、こう暗闇の中でゆっくりゆっくりかつ着実に時速305キロに向けて加速していきます。ただその加速中ちょっと暇なんでね、景色も見えないので目の前の雑誌をご紹介しましょう。これなかなかしっかりした製本かつページ数も膨大で、こんなしっかりと作ってるのかって感じですけども、中身はハングルなんで分かんないんですけど、通販ページっぽいものもあれば広告もあって、あと旅行先の紹介みたいなホテルの紹介とかそういう感じですよね。製本がめちゃめちゃしっかりしてるので持ち帰りたいですが、ちょっと持ち帰っていいのかな。日本の雑誌だと持ち帰ってよかったりしますけど、 KTX はよく分からないのでそのままにしました。そして気づいたら音が結構強めになっていてスピードが出てきました。そして出ましたね。ようやっと高速走行の始まりやということで、まだ300キロは出てない感じですが、確実に200キロは出してどんどんプサンに向けて歩みを進めています。韓国はでかい山があるわけではないが、かといって平地もそんなにたくさんあるわけではなく、結構凹凸の激しい陸地となっていて、もう首都圏を出てそんなに経っていないですが、結構山と山をぶち抜くようにしてこうやってトンネルが作られて線路がまっすぐ伸びています。 KTX の最高速度は先ほど言ったように305キロ、東北新幹線はやぶさ320キロで、東海道新幹線は285キロ、ちょうどその間ぐらいのスピードです。ここから進んでいくキョンプ高速線はおおむね在来線のキョンプ線と同じルートを通っていきますが、2004年に作られた新幹線ですので、かなりまっすぐな線路形状となっております。キョンプ高速線の最小曲線半径はなんと 7000m。ソウル手前の曲線はあれは在来線にカウントされているので、カーブはそんだけ緩やかと。ちなみに東海道新幹線の最小曲線半径は 2500m、 山陽東北新幹線でも 4000m と、東北新幹線仙台の直前でぐにゃぐにゃしますから、それを加味したら多少はマシになるかもしれませんが、確かにこうやって車窓を見ていてもかなりまっすぐに突き進んでいるのが分かります。だんだんすると畑とかも見えてくるようになって、いわゆる東北新幹線のような車窓になってきましたね。キョンプ線の防音域があまりにも高かったので、あんまり
高速船の景色見えないかなと思いきや、こういう風に透ける防音壁が使われていて多少配慮されています。揺れ方は日本の新幹線とそんなに変わらないかなといった感じで、何の問題もなく快適に過ごすことができます。車内はこういう感じ、ほとんど満席ですね。ソウルの次のカンミョン駅から結構お客さんも乗られてきて、車内はほぼ満席という、18号車って端っこでも満席というのは結構すごいですよね。脇に線路が見えますよね。この線路がこちらに合流してきます。こちら SRT が通るスソからの高速線です。スソピョンテク高速線という線路がこちらキョンプ高速線に合流して、はい、今ポイントを通って合流しました。そのポイント通過のためにちょっとだけ減速したような気はしますが、まあそんなに変化はないかな。そしてここからいよいよ KTX と SRT の共用区間、SRT ともすれ違うようになります。なんか向こうの団地群がそびえ立つ壁のようになっていて、なんかそっちに目を奪われてしまいそうですが、とにもかくにもここから SRT と KTX が走っていきます。ちょうど SRT とすれ違いましたね。あの列車は先ほどのポイントで裾方面に入っていきます。位置でいうとこういう感じ。現在地はソウルから 78.4 キロほどの地点にあります。東海道新幹線で例えると大体東京から小田原ぐらいの距離。小田原と聞くと結構距離ありますよね。そのぐらいの距離、高速船は実質複々線のようになっています。さあ携帯のアプリでスピードを測ってみましょう。時速は今 273.5 キロ。まあスピードを出してありますよね。東海道新幹線ぐらいのスピードではありますけども、どっかで300キロは出すはずです。車内の通路を目をやると、先ほどモニターがありましたけれども、バラエティ番組やってるんですよね。これはテレビでやってるやつをそのまま借りてるのかオリジナルか分かりませんけども、韓国語なんで全く分からないですが、雰囲気的に明らかにバラエティ番組だなっていうことだけは分かります。さあカンミョンからしばらく走ってきましたが、ここで次の駅に到着というアナウンスがありました。駅に近づくにつれて建物がどんどんめきめき生えてきて、またすごいな。ソウルじゃない普通の街でもこんな高層ビルが立ち並んでいるのは韓国特有ですよね。商業施設っぽいところにロゴがたくさん並んでいる感じがすごいララポートっぽいです。多分そういう施設なんでしょう。知らんけど。そして駅舎の屋根が見えました。ここは10時13分。チョナンアサン駅に到着。牙の山と書いてアサン、すごい名前だ。ここはチョナン市とアサン市という2つの自治体の境界線上に位置しておりまして、こちらの両方の地名を冠したチョナンアサン駅という名前になっているんだそうです。韓国にもそんな燕三条みたいな事情で建てられた駅があるんですね。いや面白いな。日本人も韓国人も地名は大事にしているということの表れでしょう。ちなみにこの辺のチョナン市は東京からソウルまで在来線に行った時の降り立った駅にありますけれども、このチョナン駅から支線が伸びていて高速線と交わっているこの駅がチョナンアサン駅。在来線のチョナンとは別の場所にあります。このチョナン市は日本の政令指定都市に準する特別市として発展を遂げている活気ある町となっています。奥の高層ビルと手前の田んぼとのコントラストが素晴らしいですけどね。指定駅を出発するとまたしてもトンネルに入ります。トンネルを駆使して直線を維持するのは高速鉄道あるあるですね。チョナンアサンを過ぎてもしばらく平地を走ったり、また緩やかな山間部を走ったり、何かとトンネルが多いですから車窓としては山陽新幹線に近いのかもな。してほどなくしてまた次の駅に止まりますとアナウンス。今回の KTX101 はほとんどの駅に止まる実質こだまみたいな立ち位置ですね。そして次の駅の手前側右側になんか謎の車両基地みたいなのが見えますが、これは車両基地というよりは韓国鉄道技術研究院という研究施設がありまして、鉄道に関する基礎実用的研究を行う施設ということで、結構珍しい車両止まってるんじゃないかなと思ったら、おお見えた、白と黒の謎の物体、ちょっとリプレイでご覧いただきますけども、これあれですよ、 HEMU430X という最高速度430キロを目標に開発している車両が留め置かれておりましたね。2013年に最高時速 421.4 キロを記録したそうですが、2013年から12年経ってるから実用化に向けてどうなってるんでしょうかね。確か新車を入れるみたいなあったのかちょっと記憶があやふやで申し訳ないですが、そういうアルファ X みたいなのも開発していたり、あとは水素燃料電池列車ってね、日本でもやってますよね。試験用列車が留め置かれている、なんとも興味深い列車がたくさんありました。
そんな鉄道オタクの注目スポットの近くに停車駅があります。こちらオソン駅です。5つの松と書いてオソン駅に10時25分到着。駅舎の屋根が結構立派ですけども、ちょっと逆光気味で見えづらいですね。真ん中に通過線の線路があって退避できるようになっています。ちなみにソウルからオソンまでの距離は東海道新幹線に例えると東京から三島新富士ぐらいの距離に当たります。さあ日本の新幹線と同じにして世界の標準のゲージ、標準機の線路がこういった手前から奥にずらっと並んでいます。おともだ結構線路多いな。ここは何かあるのかと思いきや、こちらです。今いるのはここ。なんとここからね、高速線が分岐するわけです。韓国の右下プサン方面と左下モクポとかヨスとかそっちの方に行く分岐点となっているわけですね。結構重要な場所じゃん。と思ったら今真ん中にいるのがプサン行きのキョンプ高速線で、向こう側に見えるのはあれはモクポ方面に向かう高速線ですよね。こちら分岐して、なんかすごい壮大な弧を描いて向こう側に行ったと思ったら、下り線がすごい高い高架線じゃないですか。なんだこれ。新東名高速道路にこういうのあったよなって感じがしますけど、鉄道でこんなダイナミックな分岐やってのけるとは。日本と比べると地震がほとんど少ない韓国ですから、こういうアクロバティックな建築もやってのけるのが一つの特徴かもしれません。高速鉄道の重要な分岐点も過ぎて着実に南へと歩みを進めています。ソウル首都圏を過ぎて一気に田舎になったりするのかなと思いきや、ふと外を見るとこういう風に高層マンションが軒並みバン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 立っているので、ちょくちょく街は点在してるんだなという、なんかそういう雰囲気が日本と近いものがあるなという風に感じます。そして手前のガラス張りの建物に向こう側にまたすごいおびただしい数の高層ビル群、あれは団地か、団地、ただ数がえげつないですが、手前側に川がありますけども、なんかスピード遅いですよね。高速鉄道の割にスピード遅いなと思いきや、もう間もなくなんと在来線に戻ります。ここで在来線に戻って何をするかというと、こちらテジョン駅、テジョンという町に到着します。韓国のほとんど真ん中ぐらいの位置にあります。これから止まるテジョン、それから始発のソウルなどが密集する市街地になるものですから、そこに専用の高速線を作るとなると結構お金がかかってしまうということで、こういう大都市の周辺は在来線に乗り入れるようにして建設費を安く抑えているという、そういうメリハリがあるんですよね。これも線路の幅が在来線と同じ韓国だからできる技ですよね。日本だと難しいですからね。今キョンプ高速線の上下線がちょっと間が空いて分かれまして、真ん中に謎の空地がありますけども、もともとはテジョン市内にも専用の高速線を設けて、で地下に駅を建設して高速精度を発揮させようとしたんですけども、韓国90年代の金融危機みたいなちょっと不景気になっちゃった時代があって、 KTX の建設費をちょっとでも安く抑えようということで、こういう謎の両脇に在来線路を接続する線路を設けているということで、そういう名残がまだ残っています。奥にテジョンのビッグシティの街並みが広がって、眼下に見えるのはこれは在来線の操車場ですよね。こちらにアプローチしていこうと。いや、なんとも立派な眺めでしょうか。さっきまで当たり前のように専用の高速線走って新幹線の走りっぷりを見せていたのに、目の前に見える貨物列車と同じ線路に降りようとしているんですから、なかなか、いや、これはちょっと不思議な体験ですね。そして奥に機関車とか、あと緑色の短い列車が見えますが、あれは2027年開通予定のチュンチョン広域鉄道という首都圏電鉄1号線の仲間みたいな感じですね。種別でいうとこういう感じ、一番下の普通列車、これからテジョン近郊の普通列車としての役割を担う予定で準備が進められています。大田区の大田と全く同じですが、テジョンです。テジョンは韓国で5番目に人口が多い都市。2025年だと144万人住んでいらっしゃる大きい町でして、多くの研究機関と政府機関が置かれている機能的にも重要な町ですね。そして線路がたくさん並んでいて、奥に SRT が見えますね。じゃあこの先裾ソに向かう高速鉄道で、帰りはあれに乗ってプサンから裾ソに向かいます。一つ手前のオソン駅と違って、こちら在来線の駅、10時42分テジョン駅に到着です。さっきまで高速線の駅に止まっていたのに、急に在来線のホームに入っている感じがすごい脳をバグらせますけども、
こちら紛れもなくテジョン駅、こちら KTX の駅です。ちなみに始発のソウルからここまでは1時間9分ほどかかっています。ちなみに私はかつてスーパーオキの動画を出した時に太田という島根の太田という町がありますけども、そこと漢字の綴りが一緒だからか姉妹都市になっているんだそうです。そういう小ネタがあります。テジョン駅停車中、ホーム向こう側目をやると KTX 止まっていますが、ふと視線を左にやると SRT がまた入ってきました。テジョン駅入線した時さっき言いましたけど、また来ましたね。これはなかなかの過密ダイヤですよね。結構せわしなく動いているテジョン駅です。 SRT の車両、本当は白ベースに赤紫の線が入ってるなかなかいいデザインなんですけども、白がめちゃめちゃ黄ばんでいて、外房線の209系並みに汚れていますけども、これはどうしてもこうならざるを得ないんでしょうか。で SRT が入ってきたと同時に先ほどの KTX も出発して、まさしく新幹線の名古屋駅で見るような光景がテジョン駅でも繰り広げられています。相当な過密ダイヤ。さあテジョン駅でもお客さんのお料理が多少あった後に発車して大きいカーブを曲がっていますけども、今複々線になっているんですね。真ん中の2つの線路がキョンプ線の在来線、その両脇を高速線が挟むといった構造になっています。ゆくゆくは在来線から高速線が離れていきます。在来線は地上を走っていくのに対して高速線の目線がどんどん上がっていって、ここからいよいよ高架橋になって高速線が分かれていくんですねと思いきや、これはやっちまいましたね。前の人がなんとブラインダーを下げてしまいました。いやー、完全に積んでるわ。ちょっと想定外の出来事で、とりあえず動画を撮り続けますが、前の人全然悪くないですよ。眩しいからしょうがないんですけども、窓がつながってるからといってカーテンもつなげるのはちょっと良くないですよね。いやー、勘弁してほしいな。いや、しまったな。いや、カーテン閉められて景色見えなかったら鉄道 YouTuber としてなかなか致命的だよと思いつつ、眩しいの嫌ですよね。もちろん気持ちは分かります。お察しします。ちょっとしばらくはこのカーテン越しの謎の景色にお付き合いいただきつつ、ここから先の経路を地図上でご紹介します。テジョン駅を出てしばらくすると東に進路を変えて、赤色の在来線と青色のキョンプ高速線が分かれます。在来線は昔ながらの線路でぐねぐねと進んでいくのに対して、20年前に建てられた高速線はほとんどまっすぐ右下にぐーっと進んでいきます。そして在来線を進んでしばらくするとキムチョン駅というのがありますが、高速鉄道も近くにキムチョングミ駅というのが存在します。ここもキムチョンとクミという駅の間にあるからということで、キムチョンクミ駅という両方の名前が冠せられていますが、今回この KTX1015 は今回唯一通過する駅となっています。そしてその駅を通過してもなお右下にずっとほぼ直線に進んで、在来線とつかず離れず、そしてテグ駅の手前で近づいたと思ったら合流します。そしてテグ市内もかなり大都市ですので、 KTX-SRT は在来線と同じ線路を進むということになります。で、私もこのままではいけないという鉄道系 YouTuber としての矜持がありますから、先ほどバシャリと閉められたカーテン下7センチだけ無理やりこじ開けて、そこにスマホをセッティングして撮影再開ということになりました。前の兄貴カムサハミだ。もちろん眩しいと思うのは当たり前で、前の兄貴は何も悪いことはないんですが、そのカーテンを少しだけでもこじ開けてでも見たい景色がどうしてもこの先にあるんですよ。今高速線上を進んでいるわけなんですが、先ほど爆速で突き進んでいた時よりもスピードが幾分落ちています。と思ったらいきなり線路が分岐しまして、本線から離れていくではありませんか。真ん中の2線が高速線の本線で、だんだんこちらの KTX1015 は目線が下がっていきますよね。急に分岐して、これはどうなるんだって感じですよね。というのも今進んでいるのはこちらテグ北連結線という在来線との接続線を進んでおりまして、キョンプ高速線はこの先在来線に直通していくわけなんですが、その手前側にね、もう一つ連結線があるんです。それが今走っているこのテグ北連結線という高速線と在来線がつながる箇所がなんでこんな2箇所もあるんですかっていう、結構不思議に思いますよね。2015年から今現在まではこういう風な路線形態となっているわけなんですが、 KTX が開業した2004年から10年近くはこの点線部分がまだできていなかったんですよね。ただこのテグ北連結線からテグの市内までは結構在来線で時間がかかると、もう少しだけ高速線を伸ばすことに成功しまして、これにより 5,6 分ほどの時短が実現できたという、この 5,6 分は結構でかいですよね。そうやったらその手前の連結線はもう廃止してしまっていいじゃないかってことなんですけども、そうはならないです。この列車はこの先とある駅に停車します。それがこちら
番、西テグと書いてソテグ駅。この西テグ駅に止まるためだけにこの連結線を通過するという、いやこれはなかなか沼要素ですよね。既存の高速線上に西テグ駅を作れるのかと思いきや、ちょっとそれも構造上難しいのか仕方がないということで、昔ながらの連結線を再利用してソテグ駅に止まるということになっているわけです。いやなかなかコレールの沼深くて恐るべしというところで、ちょうどねあの線路に合流しようとしているわけですよね。안내말씀드립니다. 우리 열차는 선로 안전 확보를 위한 사용으로 속도를 줄여 운행하고 있습니다. ただ今のところそのまま同じスピードで行ってしまったらぶつかってとんでもないことになってしまうので、先に無群ファ号に道を譲って、こちらの KTX はだんだんスピードを落としています。そしてキョンプ線と同じ高さに降り立って、今在来線と合流しました。うわーすごいいい景色ですね。そして在来線に合流したわけですから、景色も一気に在来線と同じになります。いやこのギャップが凄まじいですね。ほんとついさっきまで高速列車だったのに一気に普通の特急みたいになる、すごい不思議な感覚です。そしてここからしばらく在来線ですから、在来線の駅も通過します。またえらい草ぼうぼうの駅ですが、これも一応駅です。チチョン駅、枝川と書いてチチョン駅を通過していきます。プラットフォーム見えましたが、まあボロボロだな。それもそのはずで、こちらなんと2004年から旅客取扱いを中断した駅だそうです。中断ということは要するに普通の先ほど通っていた無群ファ号も全部通過してしまうという、ここから人は乗れませんよという扱いにはなってるんですが、廃止ではないんですよね。韓国にはそういう駅がたくさんあります。じゃあ2004年の1日平均利用者数なんと2人ってどんな秘境駅やねんって感じですけども、そりゃ少なかったらしゃあないですよね。우리 열차는 잠시 후 서대구역에 도착하겠습니다. 미리 준비하시기 바랍니다. 고맙습니다. この列車は間もなくソンデイブ駅に到着いたします。お忘れ物のないようご注意ください。ありがとうございました。入ってきました。こちらの町はテグ広域市という、テグという地名は聞きなじみの方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。ちなみにテグの市街の中心部はこのテグ駅とトンテグ駅のあたりです。でこの辺は割と郊外といった感じですけども、最近開発が進んでいるのか人口が増え始めているようで、こちら11時25分ソテグ駅に到着。をまた立派な駅だな。このソテグ駅なんと2022年に開業と、かなり新しめの駅なんですよね。もともとは貨物ターミナル駅として計画されたわけですけども、97年の IMF 通貨危機の影響で事業は白紙に返りまして、ただ2014年に高速鉄道停車を掲げた市長が当選して、一部の KTX とテギョン線という普通列車が停車する駅と相なりました。ちなみにこの駅周辺には産業団地、そして高速道路のインターチェンジなどがあります。結構物流の拠点となっている場所ですよね。ただ KTX の中でもこのソテグ駅に止まるのはごくわずかで、下りの停車本数は全体129本中たったの19本という割と貴重な KTX と言えそうです。そしてソテグ駅を出発したと思ったら、もっとなんか真ん中の地面が急に盛り上がってきましたけれども、じゃあなんと高速線、先ほど分かれた高速線の合流地点、2度目の合流地点ですね。このコンクリートの塊を抜けると KTX の架線が見え始めました。ちょうどトンネルの入り口付近にソテグ駅を作ったんですね。まあそれは確かに高速線上には駅は作れないわな。地下からのっそりと現れたキョンプ高速線が地上に現れて、ここで在来線と並走するということになりました。ただここで線路が合流するというわけではなく、しばらく複々線が続きます。今私が乗っているのは KTX なわけですけども、テグ北連結線で在来線に乗り入れたので、今在来線の外側の線路を走っています。さあしばらく複々線が続いて向こう側にアプローチしてテグの街並みに近づいています。ちなみにテグ市は地理的にはこういう感じ、プサンにだいぶ近くなってきました。人口としてはソウル、プサン、インチョンに次いで4番目に多い大都市です。結構大きな都市です。と同時に韓国第3の都市圏であるテグ県というのを形成しているわけですね。まさしく韓国の名古屋のような立ち位置じゃないでしょうか。で偶然にもこの町は繊維、金属、機械工業分野で成長してきた都市ですので、そういうところにも名古屋との謎の共通点が見出すそうです。
向かい側すれ違っている KTX サンチョンはあれは真ん中の線路ですのでソテグ駅通過して向こう側にはかなり大きめのビルがまた広がってきましたね。ちなみにテジョン市もそうですが、このテグ市にも地下鉄が存在します。しかも3路線存在します。そんだけ人口が多い都市ということで、いつかこのテグ市も訪れてみたいものです。そして街の中心部っぽいところに入ってきまして、こちらホームが見えました。こちらテグ駅。テグ駅はなんと KTX 通過です。テグ駅止まんないの？テグなのに。こちらは1905年に開業した歴史の長い駅なわけですけれども、あっさりと通過してしまいます。東海道新幹線であった名古屋飛ばしの再現かと言われたらそういうことではありません。今 KTX のターミナルとしては、その隣のトンテグ駅が KTX のターミナルを担っているということで、今回乗っている KTX もそちらに止まります。ちなみに先ほどのテグ駅に止まる KTX は存在しません。この割り振り方すごいですよね。テグ駅があまりにも下町ダウンタウン的な場所にあって結構過密になってしまっているので、その機能を代替させようとトンテグ駅を1969年に開業させたということだそうです。日本にこういう駅ってあんま見ないような気がしますが、山口駅と新山口駅みたいな感じなんですかね。ちょっとニュアンスは違うような気はしますが、ざっくり例えるのはそういう感じ。さあ、そのテグ駅通過からつかの間、ようやく線路が増えてきて、これぞまさしく一大ターミナル駅、もうとんでもない規模の駅に入ってきました。こちら11時34分、トンテグ駅に到着しました。ここはちゃんと停車します。ソウルから2時間1分ほどかかっていますね。この駅めちゃめちゃでかくてですね、なんとソウル駅の次に大きい駅がここトンテグ駅だそうです。斜め14線もあるとてつもない巨大な駅です。というのもこのテグという町は KTX はもちろん在来線もかなり重要なターミナルとなっていまして、ここからいろんな方面に分岐する結節線となっているわけですよね。それは確かにこんだけ広い駅用意しないとさばききれませんよね。現に韓国の名古屋的な存在なわけですから、この駅でもかなり乗り降りがありました。向こう側に見える KTX のさらにまた向こう側に KTX が入ってきて、さっきから SRT もバンバン走ってますからね。このダイヤの過密っぷりはすごいですよね。ちなみに余談ですが、このトンテグ駅の過密っぷりはね、なんとね、韓国の YouTuber にもかなり取り上げられている話題のようで、この1分間隔で発着する KTX をネタにしている YouTuber がありまして、これ誰なのかなと思ってよく見たら、コレール公式やないか、自らネタにするんだ。ちなみにこのコレール公式の YouTube チャンネルでめちゃめちゃはっちゃけていてかなり大好きです。公式とは思えない日本にはできないようなはっちゃけぶりがかなり草ですね。さあ、賑やかなトンテグ駅も後でして、いよいよこの列車はプサン方面に向けて最後のラストスパート。出してもテグを過ぎると高速船に戻るのかなと思いきや、こちらの KTX101 なんと終点プサンまでは高速船には入らず在来線を突き進みます。どういうことと、お前 KTX やめちゃったのと言ったらそういうことではありません。KTX は KTX なんですけども、このようにソウルからトンテグ、そしてプサンまでこの青色の高速船をずっと突き進む KTX が大半なわけなんですけども、ごく一部このトンテグからプサンまでずっと在来線を突き進む、そしてその途中の在来線の駅に止まっていく KTX が存在しまして、系統が2種類存在するんですよ。なかなか柔軟な対応ですよね。ちなみにこの部分だけ在来線を経由する KTX は上り下りで9本のみ、結構少ない存在です。標準機かつ同じ電化標識だからこそなせる技ですよね。何回も日本例えてちょっとくどいかもしれませんが、山陽新幹線で例えると小倉と博多の系統が2種類ある感じですよね。そしてテグの次の街並みが見えてきて、なかなかイチョウが色づいていますが、こちらキョンサン駅。キョンサン駅は一部 KTX が止まりますが、この列車は通過してしまいます。それこそこのキョンサン駅がかなり前回の動画で思い出に残った駅でして、海外初の途中下車を挙行したのがこのキョンサン駅なんですよね。プサンからムグンファ号でやってきて最初に降りたのがキョンサン駅で、ここでテギョン線に乗り換えるというね、全然この街をしっかり探索したわけではないんですけども、こういう場所ほどね、深い記憶に刻まれるものですよね。ちょっとだけエモい気分に浸る小松交通でした。相変わらず下7センチだけ開けたカーテンから撮影続けていますけども、前のお兄さんもちょっとだけ動画撮りたいことを察してかずっとこのままにしてくれました。本当にカムサハムニダ。
で列車はずっとキョンプ線を突き進んでいるので、ゆったりとしたスピードでプサンに歩みを進めています。もちろん駅も通過します。ここはサムソン駅。このサムソン駅ホームめっちゃボロいなと思って調べてみたら、やっぱここも旅客扱い中止の駅でしたね。展示ブロックすらないわけですから、20年間吹きっさらしで放置された状態なんですけども、ただ先ほど同様廃止ではないんですよね。あと駅名標がちゃんと残ってるのがすごい。ここはナムソンヒョン駅を通過です。ここもホームがボロくて屋根がないか廃駅なのかなと思いきや、この駅はなんと健在です。ただ一部の無群ファゴーしか止まらないので、お客さんはかなり少ない方ではあるんですが、割と健在という、営業中の駅と廃駅同然の駅の区別がつかなくなってしまいました。せっかく在来線をずっと走ってるわけですから、途中の駅に止まらないと寄り道の効果が薄れてしまいます。ということで、ここはキョンプ線の駅ミリャン駅に12時8分到着。この前の無群ファゴーでも止まりましたね。密の用という結構かっこいい感じとなっています。ここはミリャンアリランという民謡が有名な街だそうです。でミリャン駅は地味に鉄道の要衝分岐駅となっているわけです。線路が分かれたと思ったら奥に行ってしまって、ここはキョンジョン線という線路ですよね。キョンジョン線が分岐していきました。一部 KTX はここでこのキョンジョン線に乗り入れ、チンジュという町に向かいます。そういう KTX の系統もあるわけですね。で先ほどから水辺のあたりを走っていますが、ここで一気にでかい川が見えてきました。これはナクトンガン、楽東港と書いてナクトンガンですね。前乗った無群ファゴーでもこれ見ましたけど、やっぱいい景色ですよね。これ乗っててよかったわ。この先対馬海峡の海に注ぐ重要な川ですけれども、新羅という教科書に出た国が朝鮮半島にあったわけですけども、その新羅の時代には日本とも結ばれる重要な水上交通路として利用されたということで、昔鉄道なんてない時代は水上交通が重要な地位を占めていましたから、その時代に思いを馳せて今キョンプ線はこのナクトンガン沿いを進んでいます。で川沿いをずんずん進んでいきますが、駅があります。こちらウォンドン駅。ウォンドン駅、今回の KTX は通過してしまいます。東海道新幹線であればずっと高速鉄道で、かつ N700 系しかほとんど走っていないわけですから、すれ違うでしてもそんな差はないわけですけども、今のと KTX はこういう在来線に乗り入れることによって、無群ファゴーみたいに客車列車の他にね、 ITX の普通の電車ともすれ違うようになって、こんな楽しい高速鉄道があったんだっていうね、その喜びに浸れるのがすごい楽しいですね。そしてキョンプ線上の駅に続いて止まります。ここはムルグム駅。ラカレと禁止と書いてムルグム。常磐線のナコソっていう駅を思い出しましたね。その駅に近しいものを感じますけども、このムルグム駅はプサンの隣の自治体ヤンサン市に位置するという、ということはもうプサンのベッドタウン的な感じですかね。さあ次のクポ駅に止まりますといったアナウンスで一気にお客さんが支度を始めまして、カーテンを閉めていかれたお兄さんも次のクポ駅で降りるということで、あとはこのカーテン開けていいよねということでしっかりと開けさせていただいて、なんとも視界が爽やかなんでしょう。最高ですね。いい青空です。なんでこのクポ駅そんな降りる人多いのかといえば、このクポはもうすでにプサン市内にありまして、プサンで2番目に利用客が多い駅という、そりゃ確かに KTX をここに止める意義ありますよね。地図上で表すとこういう感じ。下のプサン駅終着駅から若干距離はあるものの、この辺まで地下鉄が伸びていますので、市街地が広がっているんですよね。次止まるクポ駅、先ほど見てきたナクトンガンという川のすぐ近くにあるわけなんですけれども、この辺は昔から農産物や魚、塩を集める場所として栄えまして、海と内陸を結ぶナクトンガンの貿易中心地として機能したという、川があるところに産業が発達して、そして町が栄えるとして駅もできて、今の時代に受け継がれているという、そういう歴史のつながりを感じ取ることができました。そうこうしているうちにクポ駅到着と、ここからお客さん増えてきて、無群ファゴーにかぶられました。ここで12時38分、クポ駅に到着です。前乗った無群ファゴーもここで一気に乗ってきましたから、結構お客さんいるんだろうな。ちなみに手前側無群ファゴーの客車よく見てみると、これ
まずロングシートの客車ですよ。客車にロングシートがあるんかいって感じですけども、ムグンファ号はこういうのが存在します。韓国に客車たくさんあるのいいですよね。なんか1日でもいいから山手線に客車列車導入してほしいな。絶対無理だろうけど。車内人も減ってゆったりした KTX、いよいよ次が間違いなく釜山駅。この列車の終点です。窓から見える車窓にもかなり建物が増えてきまして、釜山の街中に入ってきたんだなという印象です。なんですが、その手前にももう一つ通過駅があります。これはササン駅。ササン駅というのを通過していきます。この駅もホームとしてちゃんとしてはいるが、屋根がちっちゃいなと。そもそもまずこの駅、なんと下り5本、上り6本しか止まらない秘境駅となっている。地図上で表すと釜山駅の近くにあって利便性ありそうな感じですけども、すぐ近くに緑色と紫の線がありますけど、これは地下鉄ですよね。だからこの駅使う人の大半は地下鉄に乗ってしまうんでしょうね。とはいえ止めればお客さん使わなくもないんでしょうけどね。なんかこんな都心のすぐ隣に秘境駅があるのがちょっとよくわからないな。もうこれぞ韓国鉄道の沼ということで、いつか降りてみたいものです。釜山はこちら釜山広域市という首都ソウルに次ぐ韓国第2の都市です。で、その釜山は海に面しておりまして、釜山港というのがあります。その釜山港はコンテナ取扱量で世界第7位、アジア第7位じゃないですか、世界第7位、とんでもない量ですよ。そのぐらい物流の拠点となっている凄まじいビッグシティですね。でこの街もご多分に漏れず高層ビルがひしめき合っていて、またすっげえでけえのが建っていますけども、ただ割と平地はそんなに多くないんで結構坂になっているんですけども、坂にも躊躇なく建物をボンボン建てているわけですからね。だから長崎が超絶発展したらこんな感じなんだろうなっていうのを前の韓国旅行の時にも思った記憶があります。所要時間としてはソウルから3時間20分ほどかかりました。トンテグからずっと在来線に乗ってしまっていたので時間かかってるわけですけども、 KTX の中でも一番停車駅が少なくて、かつ全線高速線に走っていく最速達の KTX は17号というのがありますけれども、所要時間はなんと2時間18分、1時間も差があるんですよ。いや面白いな。ちなみに料金にも差があります。全線高速線を通る列車は 59,800 ウォン、一部在来線を通るやつは 53,500 ウォン、ざっくり日本円で直すと700円ほどの差額があります。そんな高速線に乗っていないという扱いになるので、運賃も割り引かれているということでしょう。どっちにしろ韓国の運賃めちゃめちゃ安いですけどもね。さあ釜山駅もようやくこの列車の終点の駅が近づいてくるわけですが、なんと小松交通は釜山駅のホーム入線のシーンを取り逃しまして、次はもう駅に着いてしまった瞬間になってしまいます。申し訳ございません。ということで12時53分釜山駅に到着。お疲れ様でした。ちなみにパーサーさんの方は時折18号車の通路を歩いてましたけれども、車内販売とかは一切なかったですね。今回乗っているのが一般車というところで、おそらく特質という日本におけるグリーン車的な車両もありまして、そっちの接客をメインにされているのかな。次に乗るときはグリーン車も乗ってみたいものですね。車内探索できたので申し訳ないですが、こういうふうに荷物棚もあったりします。やっぱりね、なんか時間かかるなと思ったんですが、やっぱこの段差があるので、この乗り降りに時間を要してしまうんですよね。そこだけちょっとネックなのかな。いや、そうですよね。釜山に着きました。気温があったかい気がするな。ここからは30分ぐらいで折り返します。次は SRT。さあ、わざわざ3時間かけてきた釜山でやることはたった一つ、 SRT に乗ることです。そのためだけに釜山に来たわけですから。釜山駅はソウルとは異なり大屋根などはありませんので、比較的普通の駅の雰囲気といった感じで、その KTX が入ってくるホームの隣に普通の客車列車も入ってくるわけですから、結構ひっきりなしに駅が賑わっている印象です。そしてこの釜山駅ももちろん改札はないので、ぬるっと外に出てしまいます。このぬるっと出る感じがなんか違和感を感じて面白いですけどね。釜山駅のコンコースはすごい大屋根で、またこれは広々とした感じで開放的で清々しいですね。釜山駅、よし戻ろう。さあ、あっけなく釜山での滞在時間は終了して、これからは SRT の列車でソウルに戻ります。電光掲示板表示されているのがこちら帰る列車です。SRT336 号裾行きです。
KTX と SRT に乗ること、それ以外のことは全く考えていない超読ですので、プサンのストーリーウェイでコーヒーとキンパを借りまして SRT に乗り込みます。冒頭述べたように KTX はコレール韓国鉄道、SRT は別の会社 SR 社というのが運行しています。 KTX と SRT の大きな違いはソウル首都圏側の起点駅が違うというところだけですので、それ以外はほとんど同じ。そして乗り込むホームもほとんど同じ。さっき降りてきた KTX は3番線で、これから乗る SRT は6番線。ただ列車のデザインが明らかに異なりまして、白ベースに赤紫の色が入っています。ただ車両の形状自体は KTX のサンチョンとかで使われているものと同じで、列車の系統番号としては SR12 万系という車両になっています。なので車両構造も基本的には KTX とほぼ同じ動力集中方式の連接車となっていて、客車ホームから階段を上って車両の中に入ります。そして扉を開けるとなんかこういう感じ、さっき乗った KTX と同様2+2 列の在来線特急のような雰囲気。ただ椅子のところに SRT ってロゴが書いてあったりと、細かいところに差分が見られます。なんか行きの KTX でもそうだったんですが、車内が若干暗いんですよね。それが実に目に優しくて、自分は結構好きな雰囲気です。テーブルの形はいわゆる日本のよくある特急列車と似たような形で、車両の案内図が書いてあるほか、下の方にパンフレットが置かれています。そしてその下はフットレストになっていますね。結構日本の特急列車の雰囲気にかなり近くて親近感が持てます。そしてコンセントももちろんしっかり備わっています。こちら座席の下の方ですね。真下の部分と手前の座席の2箇所にコンセントがあります。そして前ポケットにある雑誌を見てみましょう。こっちもね、SR 社が作っているパンフレット。相変わらず何て書いてあるかは分かりませんが、いろいろ美容の広告だったり、急にページが逆さまになったなと思ったら、これは観光地の特集ですよね。なんか廃線の後の公園みたいな感じなのかな。昔の古そうな駅舎とか駅名表があったりして、なんか行ってみたくなるなという、そういう雰囲気でした。相変わらず持ち帰っていいのかどうかは分かりません。 저는 13시 33분에 부산역을 출발하여 수서역까지 가는 SRT 336 그리고 9336열차입니다. 釜山駅はコレールが管轄していますが、車両自体は SR 社、別の会社の車両で、乗務員さんも SR 社の方、ユニフォームは紫色でしたね。そしてほどなくして13時33分、釜山駅を発車。本当にあっけない釜山旅行でございました。 시민 여러분 안녕하십니까? SRT 여행에 함께하는 김실장입니다. 이 열차는 부산역에서 13시 34분에 출발한 수서행 열차입니다. 저희 승무원들은 승객 여러분의 안전하고 편안한 여행을 위해 최선을 다하겠습니다. 고맙습니다. 発車直後に独特なテンポのチャイムの後、車掌さんの肉声放送があって、この列車はなんとか号裾行きですみたいなことを言っておられました。で、行きの KTX は後半キョンプ線経由でしたので、ずっと在来線だったわけですが、今回の裾行きの SRT は釜山からいきなり高速線に入ります。大半の列車がこっちを経由するわけですね。しばらくキョンプ線の在来線走っていたと思ったら、唐突に地上の高さが高くなっていきまして、トンネルですね。トンネル入りました。これはクムジョントンネルという結構長めのトンネルです。こういう風に釜山駅を出た後、キョンプ線在来線左に行くのに対し真逆の方向を向きます。そして長いトンネルを走って高速走行に移るわけです。っていう風にしれっと SRT に乗っていますけども、私この SRT をどうやってチケットを購入したかというと、昨日 KTX 同様アプリで購入しました。 SRT アプリと。だから先ほどの KTX アプリと同様、日本語にもしっかりと対応していまして、外国語で購入できるウェブサイトがあって、出発駅と到着駅を指定し、日付も指定、人数も指定することで、こういう風に列車がリストが出ます。そして列車を選択したら座席のシートマップも選択して、こういう風に座りたい座席を選択することもできます。日本人でも迷いなく直感的に利用できる便利なアプリとなっています。そういう意味で KTX と差はないわけですが、冒頭でも言った通り SRT は KTX よりも運賃が安いんですよね。今回乗ってる SRT336 号で言えば、釜山から裾まで2時間31分。KTX の最速達の17号よりも若干時間はかかりますが、それでも13分ぐらいしかかかりません。それは何より運賃ですよね。ほぼ全線高速線を使う KTX は 59,800 ウォン、日本円で6,505円なのに対し、今回の SRT は 52,400 ウォン、日本円しなんと5,700円。
800円も安いですよね。ちなみについさっき乗った KTX キョンプ線を経由するやつはその分運賃が安いわけですが、それと比べても100円ほど安い。 SRT って結構安いですよね。それは人気あるわ。ただその SRT は安くて人気がある分お客さんも集中して、かつ車両の数も少ないので結構満席になりがちだということで、乗るときは前もって予約することをお勧めします。と思ってたらトンネルを出まして、高速走行が追っ始まりました。いやー早いですね。日本の新幹線同様、キョンプ高速線にもしっかり防音壁はありますけれども、一部区間はこういう風に景色をしっかり見ることができています。それから2000年代に開業した区間ということもあって、線路は比較的直線気味でトンネルを多用しています。ちなみに今回乗っている SRT、座席は最初普通の状態ですが、リクライニングボタンを押すとしっかりと倒れます。想像以上に日本の列車の乗り心地と変わらなくて結構驚きましたね。안내말씀드립니다. 열차는 잠시 후 울산역 통도사, 울산역 통도사에 도착합니다. さあ、プサン駅を出発してほどなく20分ほどで次の駅到着です。キョンプ高速線の上にある駅です。ここはウルサン駅、13時54分到着しました。行きに乗った KTX では通っていないウルサン駅ですが、位置関係でいうとこういう感じ。内陸を走るキョンプ線よりも大きくルートがそれまして、こちらは割と海側に近いウルサンという町に停車しています。そしてこの駅からね、なんとね、列車がほぼ満員になりましたね。ホーム上を見る通りかなりお客さんで混雑していまして、このウルサンという駅からはかなり需要があるそうです。で、列車が着いた後いろいろホームを観察していましたが、この車両から SR 車の乗務員さんがホーム上に降りられて、ただホーム上に最初からいる駅員さんはコレールの方っぽかったですね。で、ホーム上に2つの会社の社員さんがいるということになります。これが結構面白いな。そしてお客さんを満載にして SRT はどんどん歩みを進めていきます。駅を発車してしばらくすると建設中のビルが立ち並んでますね。もうまさに建設ラッシュといった感じでしょうか。このウルサンは自動車、石油化学、造船などの重工業が盛んな産業都市となっています。それはこんだけ栄えてても全然不思議ではないです。ただちょっと走るとまたしても田舎の雰囲気になって、結構自然環境にも近い豊かな街って感じですかね。ちなみに SRT の最高速度は KTX と同じ305キロ。乗り心地は KTX と全然変わりません。正直 SRT と全然ここが違うとか違う点を列挙しようと思ったんですが、正直今のところほぼ何も変わりません。強いて言えば外装がちょっと黄ばんでるぐらいですけど、内陸を走っていたキョンプ線とは打って変わってこちら高速線、しかもほとんど直線ですから、駅を発車したらトップスピードで北に向かっています。トンネルも多いですから、雰囲気としては本当に日本の整備新幹線に乗っているような感覚。このスピードと流れゆく景色はなかなか爽快ですね。そして今乗っている SRT、 割と停車駅多めではあるんですが、部分的に駅を通過します。それが次の駅、キョンジュ駅です。キョンジュ駅を爆速で通過していきます。ここは2025年の10月11月に APEC が行われた年で、世界各国の要人が多数詰めかけた街となっています。ちなみにここは新羅の都クムソンというのが置かれた場所となっておりまして、朝鮮時代の昔からの都ですよね。そしてキョンジュ駅を過ぎて方向は西に向かっていますけれども、ちょっと向こう側に線路が見えてと思ったら、合流してきました。唐突に何があるんだと思いきや、ここにもね、高速線と在来線がつながるジャンクションがあるんですよね。青い高速線の両方向からここに在来線がつながっているんですよね。そこの分岐点を今爆速で通過したということになります。さっき比喩でジャンクションって言いましたけども、この合流の形からしてもガチのジャンクションですよね。高速道路のどの方向からでもトンヘ線、そして中央線に直通できるという、韓国の鉄道はこういうジャンクションがたくさん全国各地にありまして、結構面白いです。さあ、3度の飯よりも SRT を優先する小松交通ですが、物理的に腹が減ることは事実ですので、しっかりとご飯を食べます。釜山駅のストーリーウェイというコンビニで買ったこちらプルコゲキンパ、丸々1本海苔巻きとして売られていて、結構ボリューミーではあります。服の味付けがね、結構甘辛で美味しいんですけども、ちょっとね、文句みたいな申し訳ないですけど、やっぱね、韓国のコンビニのお米硬いんですよね。ちょっとそこだけはやっぱ日本にはかなわないかな。ちょっとお米さえどうにかなってくれれば結構美味しいんだろうなというのは分かります。そしてその同じストーリーウェイで買ったこちらスタバのコーヒーですが、なんと瓶なんですよ。
で日本の銭湯でね昔瓶のミルクコーヒーって売ってましたけれどもね、もう完全に紙に置き換わってしまっていますが、韓国では瓶のコーヒーは健在です。しかもスタバ印ですね。さあ車内はこういう感じ、お昼過ぎの結構気だるい空気が流れていて、皆さん寝ていらっしゃいます。今回の前のお兄さんのご好意によってちょっと下の部分だけカーテン開けさせてもらっています。ほんまにカムサハムだ。そして車窓左側目を向けるとなんか貨物船が見えますが、これあれですね、キョンプ線ですよね。キョンプ線と再び合流しました。さっきトンテグからプサンまで在来線で結構1時間ぐらいじっくり時間かけてきましたけども、今回 SRT はかなり早いな。30分ぐらいしか経ってないんじゃない。キョンプ線と合流するということはもうすぐテグの街ですね。テグの市街地に入るにつれてキョンプ線在来線と合流して SRT もスピードを落としています。まもなくモンテク駅に到着いたします。お忘れ物のないようご注意ください。ありがとうございました。さあ SRT にもしっかり日本語の自動放送はございます。トンテグ駅に到着ということで、向こう側にテギョン線見えますね。2両編成のあれに乗ってキョンさんからクミンまで行ったのが懐かしいですね。なかなか思い出の路線です。思い出に浸るのはともかく14時19分トンテグ駅に SRT は到着しました。この方も結構お客さんいるな。プサンを出てからあっけなく着いたような印象しかないんですが、時間計ってみましたところ、前半の在来線は1時間16分かかったのに対して今 SRT の高速線は46分、30分も時間短縮しちゃっています。なかなか恐ろしいです。そこからしばらくは前半の KTX と同じルートを通りますので、車窓は多少つまびらかに紹介していきますけども、テグ市内の福福線を通って左側に見えるのはキョンプ線の在来線の線路ですね。と思ったら先ほどのテギョン線があっさり追い抜かれました。テギョン線2両編成ですので子供の国線みたいですね。そしてここ駅が見えてきたと思ったら、ここはテグ駅ですね。テグ駅、テグの由緒ある代表的なターミナル駅ですが、ここは SRT 通過してしまいます。線路を挟んで反対側に見えるホームはムグンファ号だったり、先ほどの追い抜かしたテギョン線が止まるホームがあります。ちなみにテギョン線はここのホームドアがある部分が設けられていて、ここから乗り降りすることになります。同じホームを複数の系統で分け合って使っているという感じです。そして気を抜いてたらムグンファ号だ。このムグンファ号と並走していますよね。と思ったらなんか青と赤の車両が見えてたら、これ荷物車ですかね。荷物車連結してんだ。なんか昔の国鉄好きの人が見たらめちゃめちゃ涙しちゃうんじゃないでしょうか。そしてあっさりムグンファ号の機関車を追い抜いたと思ったとまた追い抜かれました。左から右に受け流されるコレールのマークが印象的ですよね。この機関車が引っ張る客車列車と現在の高速鉄道がデッドヒート繰り広げるって日本じゃ絶対考えられない景色ですけどもね。在来線とはいえ高速鉄道があっさり追い抜くのかなと思いきや、意外とこのムグンファ号も結構スピード出すんですよね。だから在来線とはいえ結構いい勝負になっています。このデッドヒート SRT の側を見てるムグンファ号のお客さんもいらっしゃいますね。で地味にスピードがなかなか拮抗して勝負がつかないので3倍速でしばらくお届けします。ちょっと窓が汚くて申し訳ないですが、結構いいスピードですよね。ちょっとロングシートの客車が見えましたね。あれ乗りてえな。ずーっといい感じ並走してね、このままソウルまで並走したいなと思いきや、若干地面の高さが変わってますね。こっちが地下に潜っていくということは、この辺で SRT は高速線に入ります。ということはソテグ駅付近ですよね。ソテグ駅付近で SRT は再び高速線に入ります。行きの KTX では通らなかった区間です。そしてあっさりと地上に出たと思ったら高架橋を走って川を渡っています。ここから再び高速道運転の再開です。そしてしばらくすると左側から線路が合流してきます。これは先ほど通ってきたテグ北連結線ですよね。ソテグ駅に乗り入れる KTX はこの連結線を通って高速線に復帰します。さあテグ北連結線を過ぎるといよいよ行きの KTX のルートと全く同じ線路を逆向きで走っています。正直景色もそんな特徴的なものもないっちゃないので、正直お伝えするものがないんでね、ソウル手前までは適当にかいつまんでご紹介させていただきます。はい、すいません。さあトンテグ駅の次の駅テジョン駅に15時2分到着しました。こ
この駅の周辺も在来線に乗り入れていて、結構街中をしっかり見ることができます。やっぱ行きのソテグ駅を経由するのと比べると幾分早く感じるのは気のせいでしょうか。そしてしばらく進んでだんだん西日が眩しくなる時間帯となってきましたが、向こう側に見覚えのあるひときわ高い高架橋が伸びていますが、あれはホナム高速線、木浦とかヨスから来た高速線がここで合流ということは、もうすぐオソン駅ですね。そしてホナム高速線とキョンプ高速線が合流して駅が見えました。そしてオソン駅、今回は通過です。爆速でオソン駅を通過しています。駅のホームの番線と通過線の間にはしっかりと柵が設けられていまして、列車が通過してもある程度音を遮るようになっているという。そしてオソン駅があるということは近くに研究所ありということで、私は水素の列車とかね、爆速で走って謎に放置されている高速列車の姿も見ることができました。 열차는 잠시 후 천안 아산역에 도착합니다. さあ、オソン駅は爆速で通過しましたが、その次の駅チョナンアサン駅に15時26分到着しました。じゃあこのチョナンアサン駅がオソンよりも強いのかといったら、列車によってはチョナンアサンは通過してオソンは止まったりと、停車パターンも結構ぐちゃぐちゃでなかなか読めないですよね。ちなみに位置関係はというとこういう感じ。いよいよソウルとスソへの分岐点の手前の駅となってきました。プサンからずっと走ってきたキョンプ高速線ですが、いよいよ SRT の独自区間に入ります。ちなみにこれから通る SRT の線路はスソピョンテク高速線といいまして、じゃあ2016年に誕生した結構新しめの線路です。既存のキョンプ高速線はソウルの手前で在来線に入るわけですが、どうしても無群ファゴーとか普通の列車も通るため、結構線路容量が飽和状態にあって車両の増発が難しいということになってしまいまして、それを解消するため2016年にスソピョンテク高速線というのができたわけです。いや、韓国はなかなか鉄道にかける予算のかけ方が潤沢で、いやすごい気持ちいいなと思ってしまいますけどもね。日本も東北上越新幹線のボトルネックとなっている東京大宮間がね、新宿まで上越新幹線延伸して分岐してくれって思うんですけどもね、いやなんで作んないんでしょうね。それはともかく今乗っている SRT は若干減速を始めまして、今更気づいて申し訳ありませんが、私はなんで左側を取ったんでしょうね。分岐するのは左側ですからね、右側取っておけばキョンプ線の高速線が離れていく線路が見えるわけですけども、ちょっとだけ減速して揺れが起きているということは、この辺でキョンプ高速線が分岐したんでしょうね。座席の位置ミスりましたね。ここは申し訳ありません。ちょっと行きの KTX でしっかり分岐は抑えたので、そこで許してください。そして分岐したほどなくすると地下に入ります。先ほど分岐したあたりからスソソウルまでは結構距離があります。地図上で表すとこういう感じ。これをだいたい東海道新幹線の地理で例えたらこういう感じ。小田原で分岐して溝の口にターミナルがあるという感じです。小田原から溝の口に分岐する線路めちゃめちゃおもろいですね。そしてしばらく地下トンネルを進んでいますけれども、ほどなくして地上に上がります。地上に上がったら何があるのかというと、これは駅です。駅を通過します。ピョンテク知事駅を通過していきます。ピョンテク知事駅は在来線のキョンプ線と交差している駅なんですよね。前回の在来線の旅で出したこちらの動画でもピョンテク知事駅を映していました。ちなみにこの時ピョンテク知事駅、ピョンテク市の知事という場所にあるということでピョンテク知事駅がついたから、韓国版の三河安城駅と勝手に認定してしまっていますが、それが意外とコメントの評判も良くて、ちょっとだけ気持ちがホクホクして大変ありがたいです。そんな思い出のピョンテク知事駅を通過すると、また爆速で地下トンネルに入ります。ほんと一瞬でしたね。ちなみにこのトンネルはユルヒョントンネルという、このトンネルはなんと終点のスソ駅までつながっていまして、総延長は 50.32 キロと、なんと世界で4番目に長いトンネルらしいですよ。それがこんな街中にあるというんだから驚きです。ずっと大深度地下のトンネルが続いていくわけです。長いトンネルの中を爆速の高速鉄道を駆け抜ける感じは、多分将来のリニア中央新幹線ができたらこういう感じなんだろうなという先行体験ができているような気持ちになりました。そんだけ長いトンネルですから、途中に駅が設けられています。こちら15時45分、トンタン駅、東灘と書いてトンタン駅、なんか兵庫県にありそうな駅名ですね。このトンタンはソウル市のベッドタウン的な場所にある町でして、結構お客さんの乗り降りが激しいです。
そして高速鉄道で今まで見たことのないこのフルスクリーン式のホームドアが完備されているという。高速鉄道にすらフルスクリーンのホームドアですか。いやー、なかなか徹底してますよね。そしてよく見てください。このホームドアの向こう側、もう一つホームドアがありますけど、あれは SRT ではありません。なんと GTX です。前回の動画で出した180キロで走る地下鉄 GTX-A となんと対面乗り換えができるんですよ。そんなことしてんの？なんと高速鉄道を降りてすぐさま地下鉄に乗り換えられるというのは非常にすごいですよね。じゃあ別日で撮影した動画です。GTX-A というのは韓国で建設が進められている地下鉄でしてめちゃめちゃ速い。しかも面白いのが向かい側の地下鉄 GTX-A とこちらが今から走る SRT はこれから裾野駅まで線路を共用しているんですよね。GTX-A は裾までの途中の2つある駅にそれぞれ止まっていくわけですが SRT は裾まで止まりません。いや韓国恐るべし。線路の幅が同じとはいえ地下鉄と高速列車が同じ線路を走るなんてね、何もかも面白すぎても脳汁が止まらないです。ここは余談ですがトンタン駅を別日にしっかりと撮影した映像がありますのでご覧になりましょう。今目の前にあるのは GTX。 この裾からの GTX は留置線へと改装されていきますね。そしてこのトンタン駅から高速列車に乗り換えようとするとここで一回改札を通ります。この改札で GTX の区間のみ運賃を精算とワオパスで Suica 同様にタッチすることができます。そして目の前がもう完全に SRT のホーム。SRT はプサン同様信用乗車方式で改札がないのでそのまま乗れちゃうと。いやすごい駅だな。地下鉄と高速列車がホーム共用してるなんてことありますか？非常口の案内にもこういう風にね可愛らしく列車が止まっていますが内側2線が SRT、 外側が地下鉄の GTX、 水色の列車が止まっていてこの駅もね深いんですよね。ほとんど東映大江戸線の六本木駅並みに深いです。ちなみに地上はこういう感じ。どこまで映像撮ってるんだって感じですがトンタン駅周りにねロッテの百貨店とか存在感半端ないんですが百貨店とそれから高層マンションがひしめき合っていてかなり人口多そうだなといった感じでした。さあ長々とトンタン駅の話になってしまいましたが SRT の車内に戻りましてしばらく停車してなかなか動かないなと思っていたらおっとなんか向こう側の GTX-A が発車していませんか？なんと GTX-A を先に行かせてこっちの SRT は数分停車と。だから向こう遅れてたんですかね。途中で放送も入っていましたけれどもこの先線路を共用するということはそういう弊害も起こるということで先を行く GTX に道を譲ってこちらの SRT もゆっくりと出発していきましたね。で地下トンネルで暗闇で見えなくて申し訳ないですがここで GTX ホームからの線路と合流しているはずです。ここでポイントを渡ったと言いましょう。はい、そう断言しちゃいます。ちなみにこのトンタン駅で車内の半数ほどが下車して一気に空きましたね。しかしここまで動画見ていてお気づきの方もいるかもしれませんがこの裾駅を出るとかあと料金が違うとかそういうところを除けば KTX と SRT の差はほぼないと言って等しいですね。強いて言うのは SRT には KTX のような集団見合い座席がないというところだけいいのかな。でも逆に言うとそんぐらいしかないですよね。今回グリーン車とかに乗っていないので接客サービスの違いとかもあるのかなと。そこは次回以降の動画に持ち越しということで、車内の清潔度合いとかも正直全然変わんないです。本当に KTX と SRT はどういう違いがあるのかというテーマを出しときながらこういう結果になったのはちょっとあれですけどもそういうことです。안내말씀드립니다. 이 열차는 잠시 후 마지막 역인 수서역에 제시간보다 약 6분 늦게 도착합니다. 앞서가는 いよいよ線路がいろいろぐちゃぐちゃと入り乱れてきましたがこの辺りで GTX 地下鉄の線路と SRT の線路が分かれます。ここを過ぎるといよいよ裾駅到着と。はい裾駅着きました。16時4分お疲れ様でした。この裾駅にはホームドアはないんですよね。コンクリ製のさっぱりとした駅でなかなかスタイリッシュでかっこいいです。シンプルなデザインの SRT 車両にも合ってますね。さあ裾駅着きました。お疲れ様でしたと連接車の連結面を通って普通にゴミ箱もありますのでここからホームを降りましょう。ただこの駅も新しくできたにもかかわらず客車ホームなんですよね。段差があるためか少し時間がかかっています。ドアの近くに乗務員さんが立っていらっしゃったのは KTX と変わらないです。
この列車も相変わらずちょっとだけ黄ばんでいて、なんか209系の暴走色みたいになってますね。そしてこれですよね、先頭車両の日本ではほとんど見ない動力集中方式。これは韓国の各地を駆けずり回っています。そしてこちら SRT。今回プサン駅から裾野駅まで全区間2編成が連結した状態となっていましたね。こういう動力集中方式だからか知らないですけど、なんかモーター音とか轟音が凄まじくうるさいんですよね。いわゆる本当に機関車が止まっているみたいな感覚ですね。結構地下ホームに音が反響しています。行き先表示板はこういう感じ。プサン駅、ポハン駅といろいろ列車が列挙されていますね。そしてこういう興味深いものもあります。これは0キロポストですよね。ソウル駅にもありましたが、こちらからも同様に0キロポストがあります。中国との国境にほど近い新義州の地名もあったのが興味深いです。さあ SRT お疲れ様でしたということで、裾野駅の外へ出てみましょうかね。ホームの隅っこからこういうふうにスロープになっていて、待合室に通路が伸びていて、地下空間ですけどもしっかりと座席があって待っている方がたくさんいらっしゃいました。ゴンチャやいろんなレストランとか雑貨のお店があったりして、なんか時間を潰すにはちょうどいい空間となっているようです。そして駅舎の空間はこういう感じ。すげえ。裾野駅もこういう風に大屋根のデカめの空間が捉えているんですよね。ちなみにソウル駅同様 SRT のグッズ売り場もありまして、そこでいろいろとグッズを買ってしまいました。ここも面白いのでぜひ立ち寄ってみてください。さあそして肝心は裾野駅の立地ですよね。裾ってまずどういう街なのかよくわからなかったんで、駅出るまでそわそわしてしまいましたが、こちらが外出ました。駅舎はこんな感じ。でっけえ、でかすぎるだろう。あんだけ大屋根だったら確かにでかいのもうなずけるんですが、じゃあそんだけ周りは都会なのかなと思って周りを見渡してみたら、めっちゃ都会ってほどでもねえな。オフィスビルはそんなになくて、むしろ公園とか緑地も広がっていて、意外と郊外の雰囲気でした。ここに高速列車のターミナルがあるの面白いですよね。SRT の近くには地下鉄の路線が3路線 GTX も含めて伸びていて、いわゆる韓国の繁華街カンナム地域に行くには地下鉄に乗り換える必要があります。ちなみに意外だったのがこれですね。裾野駅の近くにあるこちら駐車場がめっちゃ広いんですよ。首都のターミナル駅でこんな駐車場充実してることあります？空が開けてるしっかりした駐車場で、いわゆるパーク&ライドってやつですよね。これが充実しているのは本当にいいことです。ということでここまで KTX と SRT 比較してみたという動画でお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。こういうターミナルの特性とかもあるので、そういうところで分けて SRT と KTX を使い分けるということもできそうですね。と言いつつ、この撮影日の翌月、衝撃のニュースが流れてきました。これがこちら。韓国政府 KTX SRT 統合推進。3月から裾野駅でも KTX に乗れる。はぁ？ちょっとどういうこと？今までの前提を覆すことを言うのやめてもらっていいですか？韓国国土交通部は12月8日、KTX と SRT2 つの高速鉄道の統合計画を発表したと。これまで KTX はソウル駅、SRT はソウル南東部の裾野駅を起点としていたが、2026年の3月からソウル駅発の SRT、裾野駅発の KTX を運行し、下半期から KTX と SRT を区分せずに運行するという。そういうことしようとしてたの？なんで？なんで KTX と SRT が存在するのかということですけども、韓国の鉄道運営は長らくコレールという韓国国鉄のほぼ一社独占のような状況にありまして、で2004年にできた高速鉄道も KTX、コレールが運行してきたわけです。しかしそれによって運営の非効率化、事故の多発を招く一因にもなったわけです。日本の旧国鉄も直面した課題ですよね。ただ先ほど通ってきた裾ピョンテク高速線を新しく作るにあたって、このままコレール車に一社独占させてしまっては競争体制を確立することができないということで、裾に乗り入れる高速鉄道は別の会社 SR 社の SRT を運行させて、でソウル駅発のコレールの KTX とそれぞれ競争させようという、そういう方針が取られたわけですよね。だから KTX はソウル駅発、SRT は裾駅発と始発駅が変わる他に予約システムも異なって運賃制度も違うと。やっぱ違う尽くしだとどうしても不便さや混乱を訴える声が出ていたということです。
特に SRT は編成両数が短く、発車直前は満席続き、立ち客多数というかなり使い勝手の悪い状況に陥っていったんですよね。確かに行きの KTX は18両客車つないでましたけども、帰りのやつは16両でしたからね。その分座席が減るということは、どうしてもお客さんを積み切れることができないと。じゃあ車両を増やせばいいんじゃねというふうに思ってしまったんですが、現在の韓国の大統領イ・ジェミョン大統領は KTX と SRT の統合を大統領選の公約として掲げており、国土交通部も統合推進をするに至ったわけですよね。まず2026年の3月に SRT がソウル駅に、そして KTX が裾野駅に乗り入れることによって座席数が多い KTX が裾野に入ると。それによって裾からの座席供給を拡大すると、それぞれの交互運行をするようにした後、運行を増やしていくという計画で、完全に統合すれば高速鉄道の座席供給が1日計1万6000席ほど増えるということだそうです。そんだけ増えるのは確かやってみてもいいかって感じですけど、じゃあ今まで SRT と KTX でしのぎを削ってきたのは何だったんだっていうのも、そういう感じもしなくはないですけれども、今ある不便が解消できるなら多少それもやむを得ないのかなということで、今後の韓国の高速鉄道からますます目が離せない状況となっています。っていう謎の結末で終わりますけども、今回の動画いかがでしたでしょうか。いろいろ意見などをコメントで残してもらえると嬉しいです。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。次の動画もよろしくお願いいたします。